エストをいただいていたルームツアーをやってみようかなと思います。私は今社会人3年目で都内で一人暮らしをしているので、同じく一人暮らしの方とか、これから一人暮らし始めたいなとか、お部屋作りの参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ではではスタート。まずこちら玄関からお見せしていこうかなと思います。これはですね、マグネットでくっつく傘とかその鍵とかをかけたりするものです。私は使ってないんですけど、なんかハンコとかもここに置いたりしてもいいんじゃないかなって思います。こちらは雑貨とかいろいろ置いているゾーンになります。この棚はこの後いろんなところで出てくるんですけど、無印で買いました。壁につけられる棚になります。で、あとは飲みの市で買ったポストカードとかキャンドルとかちょっと雑貨とかこれは100均で買ったレゴです。ちっちゃいレゴ、可愛くて置いてます。玄関はまずこんな感じですね。雑貨だとこんな感じで、こちらが靴箱になります。ただ詰め込んでるだけっていう感じなんですけど、いろいろ靴とか、これはおばからもらった入浴剤なんですけど、可愛くて使えなくてもったいなくて、ちょっとここに飾りとして置いてます。今度使いますはい、ただの靴です。はい。で、こっちがダイニングでこっちが寝室なんですけど、その間の道にちょっと小物スペースを置いております。おしゃれなガラスの棚は IKEA で買いました。ちょっとね、何を置くかは今まだ迷い中って感じなんですけど、テムで買ったフェイクフラワーと花瓶と、あとはキャンドルを置いたりとか、でこれは私が視聴者の方から去年誕生日にいただいたプリザーブドフラワーっていうんですかね、ハッピーバースデーノブって書いてあってめっちゃ可愛いんですけど、はい、こちらに飾らせていただいております。で、こちらはですね、これもテムかなんかで買ったものなんですけど、ちょっと置き場所に迷っているので一旦ここに置いてます。グッはい。でですね、その右には飲み物とかのストックを置いておりまして、最近プライムデーのセールでレモンのちょっと炭酸水を買ったのと、あとお水とかが置いてあります。はい、続いてリビングなんですが、ソファーとテーブルはラシックさんっていうブランドのものになります。で、床に敷いてるラグは楽天で購入しました。結構ふわふわな手触りのラグを使ってます。結構お風呂上がりとかここで寝てますはい。このクッション2つと布、この布は IKEA で買いました。はい、ちょっといい感じにベージュで統一したかったので買いました。で、こちらに見えますアートアートはですね、全部テムで買った記憶があります。テムかシーインでこういう絵とかは買ってて、額縁はダイソーで買いました。500円くらいの額縁に入れてそれっぽい感じを出してます。こちらは、フェイクグリーンですね。以前大きめの観葉植物を買ったんですけど、日当たりがあんまり良くなくて枯らしてしまったので、緑が綺麗なフェイクグリーンを置いてます。なんか大きいの1個あると結構リビングが華やかになるなと思って置いてます。はい、これも IKEA で買った間接照明。はい、明るくなりすぎないようにちょっと私は壁に向けているんですけど、夜リビングでジャーナリングする時とかはいつもこのライトをつけております。ちょっと今は昼間なんですけど、結構夜はおしゃれな雰囲気になります。で、こちらにある棚もですね、無印で買いました。中にはちょっと雑貨とかキャンドルとかジンギスカンの美味しい食べ方とか置いてます。はい、続いてテレビゾーンをご紹介していこうと思います。こちらにありますのは、Amazon で買いましたタワーファン。なんか涼しい風が出るものになります。風が4段階まで強くなったり、首振り機能とかタイマーとかもついていて、これを買ってからめちゃめちゃリビングが涼しくなりました。
エアコンではなくてただ風を出してくれるものなんですけど、置くだけで全然違うなという感じです。でこちらのまずテレビはゲオのオンラインストアで購入したもので、スマートテレビって言って地上波の普通の番組とかは見られないんですけど、ネットにさえつながっていれば YouTube とかネットフリとかそういったものはいろいろ見れるよっていうテレビになってます。でサイズは43インチで、私は3万円くらいで購入しました。イエーイ。こちらのテレビ台はローヤっていうブランドで購入したもので、1万円ちょっとで買いました。この下の棚をこう伸ばして長くして使うことができたりとか、形とかも変えられるので、これで1万円ちょっとは結構お得だなって思った買い物です。おしゃれだし、はい。で観葉植物は IKEA で買ったもので、これはテムで買った焚き火風のライト兼加湿器で、あとはプロジェクターと、スイッチが置いてあります。あれは Google ホームです。音楽かけるときいつもこの子がかけてくれます。以上、こちらがテレビ台コーナーでございました。イエーイ。まだまだ続きます。続いてキッチンのご紹介をしていこうかなと思います。私は前回の家も今回の家も料理をするので、ガスコンロは絶対2口あるお家がいいなと思って、このガスコンロが2口置けるキッチンがあるお部屋を選びました。このコンロ自体はメルカリで7000円くらいで買ったものになります。こっち側はいろいろ普段使っているものが置いてあるスペースで、これは大学生の時に誕生日にお父さんからもらったコーヒーメーカーになります。この緑の色がおしゃれで可愛いなと思ってこれを買ってもらいました。とおじいちゃんからのお下がり炊飯器と、電気ケトルと、あと最近コーヒーをね自分で入れるようにもなったので、ハリオのコーヒードリッパーもここに置いてます。でこの電気ケトルと、最近できました調味料置き、これはどっちも山善さんのもので、買ったのは Amazon です。こちらの調味料入れはですね、本当であればコンロの上の部分に引っ掛けたかったんですけど、ちょっと私のリサーチ不足でですね、買ってから引っ掛けるところがうちの場合はついてないってことに気づきまして、必死にかけるところを探した結果、調味料がねここになりました。上の段には油とか醤油とか置いていて、真ん中はコーヒーゾーンです。下は砂糖とお塩です。これは洗った後の食器を乾かすゾーンになっていて、これ折りたたみができるので、使わないときはちっちゃくできるので便利です。でイソップのハンドウォッシュと、これはスリコで買いました。スポンジを押すだけで洗剤が出るものです。でハンドウォッシュは今2個あって、最近買ったこのビオレのハーバルウッドの匂いのハンドソープがめっちゃ良かったです。なんか匂いがこっちのイソップのものとすごい似てて、手軽にドラッグストアで買えるのでいいなって思って最近すごい使ってます。でこちらはですね、冷蔵庫で、その上には冷蔵庫ラックというものを買って、電子レンジだったりトースターだったりを置いたりしております。普通の電子レンジと、でこれは私のお母さんがこの間送ってくれた北海道にしか売ってない焼きそば弁当です。私この焼きそば弁当めっちゃ大好きで、この中華スープがついてるんですけど、その焼きそばをふやかすのに入れたお湯でスープを作るんですけど、これがめっちゃ美味しくて、すっごい大好きです。もうなんかこれもすごいご褒美で食べようと思って取っておいてあります。ゴミ箱はニトリで買いました。下のペダルを踏むと中が開くような形になっているのと、ちっちゃいものは上からこうやって入れられるので、すごい買ってよかったです。便利です。
続いて洗面所をご紹介していこうかなと思います。まず右側、ごめんなさい、ちょっと汚れているんですけど、ニトリで買った丸い鏡です。で、ちょっといつもこの上がいろいろ物を置きっぱなしにしちゃうスペースにはなるんですけど、普段使ってるイゼンツリーの化粧水とか、100均で買ったケースに綿棒とコットンを入れております。で、上の段はちょっと若干散らかってるんですけど、ここら辺はダイソーで買ったやつで、こっちの2つは無印で買った収納ボックスです。で、上の段からいくと虫除けスプレーとか殺虫剤とかを入れてて、これはお掃除グッズをいろいろ入れたりしてます。ここは、災害時用のなんかレインコートとかトイレとか懐中電灯とかなんかもろもろそういうものを入れていて、一番左は化粧品のストックとかをいろいろ入れているボックスになります。ここは、結構大きいスプレータイプの化粧品スプレーとかボディクリームとか結構大きいものを入れてます。洗剤とかもここに入れていて、真ん中はタオルです。バスタオルとフェイスタオルをここに詰めてます。ここ2つの無印のボックスに入れてるのは化粧品のストックとかこういう髪留めとかを詰めたりしております。これコードが見えてるのはドライヤーですね。リファのドライヤーを使ってます。こちらはですね、普段私が使うスキンケア用品とかヘアオイルとかいろんなものが詰まっているよっていうゾーンになってます。こちらが私のお風呂ゾーンになっていて、メイク落とし、洗顔、シャンプートリートメント、ボディーソープ、これ2つは洗顔です。洗顔は結構気分によって使い分けたりしてるんですけど、こちらが最近よく使ってるものです。あとは気分でサボンのスカルプスクラブですね、頭皮用のスクラブで、これ使ってからシャンプーするとめちゃめちゃスッキリします。ボディ用のスクラブはダブのものを使ってます。しっとり柔らかくて使いやすいのと、結構体がツルツルになるので何日かに1回使ってます。お気づきの方もいたかと思いますが、最近デスクチェアを新しくしました。今回使っているのがリベルノヴォのオムニプロという電動ワークチェアです。まず見た目がすごいスタイリッシュですよね。デスク周りが一気に仕事できそうな人の部屋みたいな雰囲気になりました。カラーは私はお部屋の雰囲気に合わせてアッシュホワイトを選びました。真っ白すぎない落ち着いた色味なのでナチュラルなお部屋にも馴染みやすいかなと思います。でまず実際に座ってみて最初に驚いたのがこの座面のクッションで、かなりふわふわで座るとちょっとだけ沈み込むような感覚があります。硬すぎずでも柔らかすぎないので長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいなっていう印象です。背面は8枚のパネルでできていて、背中のカーブとか体の動きに合わせて細かく動いてくれます。なので姿勢を変えても常に背中にフィットしてくれる感覚があって、なんか背中だけ浮いちゃうみたいな感じがほとんどありませんでした。私は普段勉強してる時は前傾姿勢になったり、動画編集をしている時はちょっともたれたり、結構姿勢が変わることが多いんですけど、その動きに合わせて背もたれだけじゃなくてネックレストとかアームレストも自然に連動して支えてくれるので、長時間座っていてもかなり楽でした。おかげで座り直したりとか姿勢を無理やり整えたりする回数が減ったんじゃないかなっていう気がします。レッグレストもあるので椅子に座っている時はこんな風に足を置いたりすることもできちゃいます。そしてですね、このチェアならではだなと思ったのがオムニストレッチ機能で、ボタンを押すと約5分間背骨を電動でストレッチしてくれるっていう機能がついてるんですよ。初めて使った時は椅子動いたみたいな感じでちょっとびっくりしたんですけど、背中がちょっとグッと伸びる感じがしてすごい気持ちよかったです。私は普段ポモドーロ法で勉強することが多くて、
25分勉強して5分休憩っていうサイクルで勉強するときに、その5分休憩のタイミングでこのストレッチ機能を使ったりするのが最近のお気に入りです。わざわざ立ち上がらなくてもそのままリフレッシュできるのは嬉しいなと思いました。あとオムニプロには従来のモデルにはなかったエアフローモードっていう機能も搭載されていて、座面の下に電動のファンがついていて、座面の蒸れを軽減してくれるので、長時間座っていてもさらっと快適に使えます。これから暑い時期とかは特にありがたい機能だなと思いました。リクライニングも105度から160度まで5段階で調節ができます。なので普段は作業しやすい角度にして、休憩したい時は少し倒してリラックスしたりとか、その時々に合わせて使い分けられるのも便利だなと思います。私は家で仕事をしたり YouTube の動画編集をしたり資格の勉強をしたりっていう風に本当に椅子に座ってる時間が長いので、毎日使うものだからこそ座り心地って本当に大事なんだなっていう風に改めて感じました。なので普段デスクワークが多い方とかリモートワークをしてる方とか、あとは私みたいに勉強や動画編集などで長時間座ることが多い方はかなり快適になるんじゃないかなと思います。ちなみにリベルノボオムニシリーズはデスクワークカテゴリーで歴代最速の1億円突破だったり、チェアカテゴリーでも歴代1位を獲得した実績があるみたいです。気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。続いて私がいつも勉強やお仕事とか動画編集をしている机周りを紹介していきます。まずこのモニターと上にはモニターランプみたいなものをつけておりまして、この下を照らしてくれるランプがついていて、色の切り替えだったりとか明るさの切り替えもできてすごく重宝しております。あとはこのモニターは台じゃモニターは台じゃなくてモニターアームっていうものをつけて使っていて、結構その高さだったりとか前後を自由に動かせるので、これも便利です。でこちらは雑貨を置いているゾーンになっていて、お花と花瓶はこれは IKEA で買ったのかなっていうお花と、こちらはランプです。こんな感じでつくので、夜ジャーナリングする時とかに使っております。これもお友達にいただきました。あとは飲み物いつも置いてるコースターと、筆記用具とかはテムで買ったグラスに入れております。高さがちょうどよくて結構便利でした。泣き叫んでるメイちゃんです。Apple Watch とか、あとは AirPods、スマホとかを充電できるものをここに置いていて、あとはこれも IKEA かなで買ったちっちゃいフェイクグリーンと AirPods Max と、お友達がストレンジャーシングス好きの私にプレゼントしてくれたストレンジャーシングスとモンチッチのコラボのキーホルダーです。大事にしてここに入れております。こちらが私が普段寝ているベッドになります。これはお昼寝の時によく使うヨギボーとムーミン、枕、普通に枕2個、なんか気分によって使い分けてます。これはニトリで買ったもうプレミアム枕みたいなホテル枕、これも枕はニトリで買いました。もう1個枕と、これは今読んでいる凪良優さんの本です。寝る前にちょっとずつ読んでます。掛け布団はこれ実家から上京する時に持ってきたやつで、いかにも実家っていう感じでちょっと恥ずかしくていつも裏返してかぶって寝てます。もういかにも白いお布団ですよみたいな雰囲気を出して裏返しにして普段は寝ております。で隣の壁にはですね、これもまた無印で買った棚を2つつけています。雑貨を置いたりとかですね。下の小さい棚にはポストカードといい匂いがするスプレー、たまに寝る前にシュッてして寝てます。これは父が出張に行った時にお土産で買ってきてくれた雑貨です。上の段には、ちょっとイラストを飾ったりしていて、
これは飲みの市で買ったイラストですね。エアコンの風がここすごく当たるので結構曲がっちゃいました。こちらのスタンドバイミーのポスターはこれもテムかなんかで買って額縁はダイソーです。机の横にはハンガーラックを置いておりまして、いろんなお洋服をかけております。主にちょっと可愛いトップス、ブラウスとかをかけています。結構最近私は明るい色のお洋服を着ることが多いので、白とかアイボリーの服が多めになってきました。たまに黒とかグレーとかも着るかなっていう感じです。で、横に引っ掛けるところがあるので、ちっちゃいカバンを少しかけているのと、下にはカバンを置けるゾーンがあるので、会社に行く時に使ってるカバンとかエコバッグとかを少し置いたりしています。こちらの鏡ではいつも私が行ってきますってやっているところですね。行ってきますとかイエイとかやってますね。はい、続いてですね、よいしょ、クローゼットは大きいのが1つとちっちゃいのが1つあります。なんかズボンをかけたりブラウスをかけたり、ちょっとジャケットだったりとかもかけたりしています。上の段にはバッグをいろいろ置いて、雑なんですけどちょっと収納したりしております。で、私はですね、こちらにいろいろ本を置いております。本棚は私はクローゼットの中にございます。ここら辺に香水とか置いていて、結構小説が多いですね。ここの段、ビジネス系の本だったりとかが多いです。小説とかエッセイ本とかも入りきらないのが今ここに並べておいてあるっていう感じですね。そしてちょっとせっかくなので何冊か勝手にお気に入りの本紹介もしてみようかなと思うんですけど、こちら中村天風さんの運命を開くっていう本で、自分の考え方とか行動の仕方とかで自分の運命を開いていくことができるよっていう本です。簡単に言うと。はい。あと大学生の時に読んですごく感動したのが出口先生の人生を面白くする本物の教養って本で、これは大学時代に私が読んで、やっぱり学ぶこととか知識をつけることとかってすごく人生において大事なことだなっていうのを改めて実感したような本になります。すごい勉強モチベとかは上がると思います。あとは新卒の時に読んですごく感銘を受けたのが、サイバーエージェントの社長の藤田さんが書いてる渋谷で働く社長の告白っていう本で、昔の藤田さんの働き方とかサイバーエージェントができるまでみたいなものが書かれているんですけど、これも新卒の時に読んで、私もめっちゃ働くぞってなった本ですはい、単純ですね、私は。はい。小説とかだと私は凪良ゆうさんがすごくお気に入りです。なんか文章の書き方とか描写の仕方とかがすごい心に刺さる文章が多くて、すごいたくさん読んでます。以上、こちらはおすすめの本を、置いているところでした。以上ですね、ルームツアーここまでにできればなと思っております。いかがでしたでしょうか。うまく喋れた自信はないので、編集でなんとかいい感じに仕上げようかなとは思っているんですが、参考になりましたら嬉しいです。もしかしたら写しているだけで紹介してないものもあるかもしれないので、気になったものとかがあればコメント欄で教えてください。ではまた次の動画で